聞くチャンネル JP では、これまで数多くの自衛隊音楽隊の演奏を記録してきました。その中でも、今なお心に深く残る3つの演奏があります。海の上で捧げられた鎮魂の音色、被災地の島に届けられた再生への旋律、そして能登の地で響いた復興を願う歌声。音楽が人と人をつなぐその瞬間をご覧ください。総会母艦豊後にご乗艦の皆様、こんにちは。海上自衛隊横須賀音楽隊です。本日は海の上の同窓会と題しまして、昼下がりのひととき、短い時間ではございますが、私たちの演奏をお楽しみください。申し遅れました。私、演奏会の進行役を務めさせていただきます海士長中川真理子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして指揮は横須賀音楽隊隊長三等海佐樋口義雄です。ここ塩釜港に訪れたのは実は2度目でして、1度目は東日本大震災の際に約2週間入浴支援のため輸送艦大隅に自ら希望し乗艦しました。また被災地で活動した海上自衛官の記録や現地の方々との絆、心の葛藤などを描いたドキュメンタリー映画「ポセイドンの涙」にも出演しています。そしてその中で目黒二曹が出会った当時中学1年生でした内海遥さんが本日こちらに来られております。Was dancing with my darling to the dancing words when our friend I happened to see. I introduced her to my loved one and a wide waltzing my friends stole my sweetheart love me. されにし夢あの手で Say words 懐かしい愛の歌面影忍んで今宵もありがとうございました。テニッシーワルツをお送りしました。さ
てもう一曲バンドと歌による演奏をお届けしましょう。曲は杉本龍一作詞作曲の「Believe」です。小中学校の合唱曲や卒業式で歌われるなど大変人気があり、ご存知の方も多いことでしょう。自分にとって大切な人を思う気持ちが込められたこの作品は、今後も皆様に愛され続けていくのではないでしょうか。君が傷ついてくじけそうになった時は、必ず僕がそばにいて支えてあげるよ、その肩を。世界中の希望もしも誰かが君のそばで泣き出しそうになった時は、黙って腕を取りながら一緒に歩いてくれるよね。世界中の
て皆様と楽しく過ごしてまいりましたお時間も残りわずかとなってしまいました。本日気仙沼大島小中学校の卒業生の皆様は総会母館豊後での海の上の同窓会にお越しいただきました。船の上で同窓会することはあまり機会が少ないと思われますが、いかがでしたでしょうか。これからも私たち横須賀音楽隊は被災地の皆様方の心の復興を願いつつ、各地にて演奏してまいります。2011年、東日本大震災によって大きな被害を受けた宮城県気仙沼大島。津波と火災により島は孤立し、住民の方々は厳しい日々を乗り越えてきました。その復旧救援に当たったのが海上自衛隊第4海災部隊です。当時、指揮官として災害派遣に従事していた福本いずるさんにとって、この島は今も特別な意味を持つ場所です。震災から2年4ヶ月後に行われた島での慰問演奏会。音楽は復興へ歩む人々の心に静かに寄り添っていきました。湾の入り口へは高い津波が直接やってきてですね、電柱や木の上にご遺体がぶら下がっている状態もあったりして、それを隊員たちがそれを回収したりとかいうことになりましたね。皆さんこんにちは。こんにちは。ただいまご紹介を預かりました海上自衛隊の福本です。2年4ヶ月前、3月16日にこの沖合の港にですね、湾に豊後という船で来ました。その時に、見た光景は今でも目に焼き付いています。海は油の海で火災に襲われ、そして皆さんが避難していらっしゃいました。電気も水も途絶えて、5日が経ってまだどこのいろんな支援部隊もこの島を見つけていないといったところにこの豊後でたどり着き、非常に驚いたところです。島の災害対策本部に部下隊員をやりまして、緊急に必要だという食料、そして水、そしてディーゼル発電機を回すための経由をご支援いたしました。そして様子を見に伺ったのは3月18日のことでありました。島のいろんな避難所になっている学校の体育館、そしてここにも何度も来ました。その時には本当に寒さをしのぎながら身を寄せ合っている皆さんにお会いしたところでした。海上自衛隊をはじめとする陸海空の自衛隊はそういった時にこそ自分たちがやらなきゃいけないという意気に感じて頑張ったんですけれども、その頑張りの源は何だったかというと、皆様からいただいた一言ありがとうという言葉だったと思います。それから2年4ヶ月が経って、やっと私はもう一度この島にやってくることができましたけれども、まだまだ2年4ヶ月という時間がですね、決して長い時間ではなく、皆さんにとってはあっという間で、まだまだこれからどうなるんだろうという気持ちの方が多いかと思います。そういったことで災害のその時に参りましたけれども、その後自分たちにできることは何だろうかということで、今日は音楽隊のみんなに手伝ってもらって、こうやってもう一度やってきて、そしてみんなと一緒に笑ったり、そして手拍子を打ったりして楽しむことができました。自衛隊は多分皆さんの前に現れる時っていうのは、国民の皆様が一番何かで困っている時、大変な目に遭っている時なんだろうと思います。ということは、私たちのことをいつもは全然忘れていていただいて結構です。そんな時にこそ
この音楽隊員たちはまた皆さんの前の前にやってきて、笑顔や楽しい気持ちや普段思っていることを忘れてですね、ひとときを過ごしていただくことができる。けども何かあった時には必ず私たちがやってきて、そして、活躍できるようにですね、普段一生懸命日夜また訓練を積んでいきたいというふうに思っています。実は私、小さい頃から音楽が大好きで、合唱部にいたりブラスバンドにいたりしたものです。そして、下手な横好きで楽器をずっとやってきてですね、その再発見の時も実は船の中に楽器を持っておりました。もしかしたらここに避難していらっしゃる皆さんの前で下手くそな楽器でも吹いたら喜んでもらえるかなと思った瞬間もありましたけれども、とってもそんな状況じゃなかった。でも今日は持ってきました。それで、音楽隊のみんなはプロです。私は下手な楽好きですけれども、今日ちょっと練習してきましたのでお聴きいただけたらと思います。曲は復興支援ソングとして NHK でも流れている「花は咲く」です。サビのところ「花は花が咲く」っていうところはきっと皆さん歌えると思いますので、宮城さんも一緒に手伝ってもらったらみんなで歌えると思います。すみません、あんまり期待しないでください。私よりもですね、今ここでくるくるする小林さんの方がよっぽどちょっとうまいんで、なんで作業時がずっと聞かなきゃいけないかと思うんですが、とりあえず笑いは取れると思いますので。
また今日ここではお年寄りの方がたくさんいらしてて、演奏会の後手を握ってくれたお年寄りなんかもいて、今回ちっちゃな編成ですけども、音楽隊とともに来れたこと、そして花は咲くですけれども一緒に歌ってくれたということは、非常に自分の心にも強く一生忘れられない思い出になったというふうに思います。皆さんまた来てくださいっておっしゃってましたけれども、必ずやまた母艦がですね、この沖にやってきて、そしてまたこの島民の人たちと交流を交わしてくれるものというふうに思います。私はもうリタイアも近いですけれども、そうしたことでまた外からですね、この被災地の復興を願い、そして後に続く後輩たちが同じような思いでこの国の守りというものを固めていってくれればなと。それは単にこの強いだけの自衛隊でなく、その国民と共にある、心を共にする自衛隊員たちであってくれればという気持ちがいっぱいです。結構練習はされたんですか？しましたよ。すごい僕聞いてて分かりますから、あれはやっぱり下手のなんとかっていうのよりももう全然いや褒めすぎです。あそこはカットしてください。そして3つ目の演奏は令和6年3月17日、石川県輪島市立河合小学校で行われた陸上自衛隊中央音楽隊による復興を願うコンサートです。令和6年能登半島地震で大きな被害を受けた被災地に、音楽隊は被災された方々に寄り添う音楽を届けました。ソプラノ歌手つぐみまいさんは、能登半島や花は咲くなど希望を込めた歌声を披露しました。これまで前を向いて何とか頑張ってこられた皆様の心に少しでも寄り添い、音楽を通して安らぎの時間を過ごしていただけたらと思い、我々は東京都練馬区にあります朝霞駐屯地よりやってまいりました。本日の指揮者は副隊長柴田正則御堂陸佐です。そして私は石川県出身、当音楽隊の歌手つぐみまい三等陸曹です。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。私は金沢で生まれましたが、出身は父の実家がここの輪島で、すぐそこに祖母も今も住んでいます。輪島は幼い頃から本当に何度も来た大切な大好きなふるさとで、こうして今輪島に来られて本当に嬉しく思っています。そしてこう変わった景色の中でもこうして皆様にお会いできて、ここで今日歌わせていただけること、本当に嬉しく楽しみにやってまいりました。ふるさとへの思い、そして今日ここで皆様と一緒にひとときを過ごせたことへの感謝の気持ちを込めて歌わせていただきます。心細い旅の女泣かせるよ、ほつれ髪を指には
しいわ懐かしいあの街を思い出す叶えたい夢もあった変わりたい自分もいた今はただ懐かしいあの街を思い出す誰かの歌が聞こえる誰かを励ましてる誰かの笑顔が見える悲しみの向こう側に花は花は咲くいつか生まれる日に花は花は咲く私は何を残した時代も場所も違う3つの現場。しかしそこに共通しているのは、人の心に寄り添い前へ進む力を届ける音楽の使命です。これからも聞くチャンネル JP では、人々の記憶と思いをつなぐ瞬間を記録し続けていきます。